こんにちは、普通の人です。夫はナルシストと解放までの日誌はすべて実話に基づいて制作しています。これから離婚を決心するまで、避難するまで、そして裁判ストーリーなどの実際のエピソードをご紹介するつもりです。もう1年半ぐらい前に遡りますね。2021年10月3日、扇風機を投げつける。私の夫なるは、家計や家事に無責任で、私に対して暴言や暴力、家庭内の器物損壊を繰り返してきました。それでも私は家庭を守る責任感から我慢をし続けていましたが、2021年10月3日、ラルは私に対して重量のある扇風機を2階の階段から投げつける暴力行為を行いました。昼からお酒を飲んで3時間も昼寝をしていたなるに、いつまで寝るつもりなのと私からの問いかけが非常に気に障ったみたいです。目の前に落ちた扇風機が壊れ、破片が飛び散ることで、生命に対する脅迫や恐怖に襲われました。さらになるは、鉄材のイーゼル、絵の具が入ってるボックスまで投げつけてきました。その時に被害者コスプレしてんじゃないよ。という誰からの暴言に対し、私はバカみたいに散らかってるものを片付けてましたね。この出来事で離婚を決意するに至りました。2021年10月17日、浴槽のラックを破壊する。扇風機の事件から2週間後、私は友達から送られてきたナルシスト関連の YouTube 動画を見始め、すでにナルトの未来が描けなくなり、ナルに対する気持ちが離れる一方でした。扇風機事件から私の態度が少しよそよそしく感じたナルは、ある日、私がお風呂に入ってる時に、浴室ドアの向こうからフーバリングを試みてきました。相変わらず君のことが好きだよ、とか。私は何の返事も返していませんでした。すると、ナルは大声で怒り、浴室前のステンレス製のラックを壊し始めました。また私が片付けなければいけないじゃん、と思い、私は裸のままで急いで風呂場から出て、ナルを止めようとしましたが、結局足を切ってしまいました。また、ラックを壊されたことで、私が片付けることになりました。正直言って、この時点で私はナルを許す気があったわけではなかったものの、もしナルが真剣に謝ってくれたら、少しは考え直すこともあったかもしれません。しかし、その後の会話で、扇風機投げてきたの謝ってくれないと私からの言葉に対し、ナルは、投げたのお前だろと言い、自分の罪から逃げようとする態度を見せたとき、私は最後の一滴までの情というものが枯れ果てたような感覚に襲われました。ナルが私のせいにすることで、ガスライティングの一生を行っていると感じました。YouTube 動画から見たナルシストの特徴そのものでした。この時、私は物理的なだけでなく、心理的な恐怖心まで感じてしまいました。私が夫という存在を他人、悪人、悪魔と感じるようになった瞬間でした。それでも私が離婚を決心し、準備していることは彼にバレないよう、こっそり弁護士に相談したりしながらも、普段と変わらない日常を送れるよう気をつけてました。ナルの父親、私の母親や弁護士に相談。以後、ナルの父に相談しても、ナルはプライドが高い弱点があるといった程度で何も変わりませんでした。そこで私は母親にナルの飲酒による暴力や離婚への意思などを相談することにしました。母親は私が残りの人生を少しでも幸せに過ごせるように離婚への決心を支持してくれました。11月中旬、私からナルに離婚を告げました。離婚しよう、もう無理。扇風機を投げてないと言っているところから無理。
韓国に帰るなりしばらく離れて過ごしたい。12月9日までに出て行ってもらっていい？そして11月29、私は弁護士を雇うことになりました。予定していた12月9日に、ナルはまだ居座っていたため、外食費や交通費を求めてきた彼に対し、ライフラインや生活必需品以外のお小遣いを、これ以上私が負担することに関しては無理、と返しました。この期間中、同じ屋根の下での生活は想像以上に辛かったです。同情誘発演劇とフーバリングを繰り返してきました。私はとにかく決心がぶれないよう、彼と口を聞かないことにしました。ところで、変わらず食事は用意してあげていましたが、12月を起点に急にナルはお弁当買ってくるか、自分でご飯を作り始めました。ナルの母、シモとのメールでの会話が開いていたまんまだったので見たんですけど、何入れられるかわからないから自分で作って食べなさい。発想自体が想像以上でしたね。ナルシストたちは自分が行うような行動を他人が行うと妄想する傾向にあります。例えば浮気するようなタイプの方が相手のことを異常に疑うといったことですかね。次回お話ししますが、逆に異物を入れてきたのはナルでした。話を戻して、1月17日には私の弁護士からの内容証明が届き、翌日からナルも弁護士を雇用することになりました。その後、ナルによる嫌がらせがエスカレートします。ある日は夜中に私が寝ている部屋に突然入ってきたりするナルが怖くなって、スライドドア用のロックをかけていましたが、ナルはドリルを持ってきて全部外してしまいました。後から気づいたのですが、パソコンを覗かれたり、ハードディスクを隠されたりしていたようです。そして決定的な嫌がらせ2つの事件が起きます。こちらの2つの事件に関しては、また次回詳しくお話しさせていただきます。普通の人々の中に、普通とは異なる悪い人々が、普通の人々のように暮らしています。登録といいね、通知設定よろしくお願いします。